今日はですね、体が硬いからストレッチできないと思っている人への動画です。なんかね、ヨガのポーズとか、なんかストレッチとかするとね、できないものがある方が多いと思うんですよ。で、そうすると皆さん思うのが、私体が硬いんでできないんですって、どうしたら体柔らかくなりますかねって聞かれることが多いんですけど、実はそのね、ポーズとかストレッチができないのは、体が硬いわけではなくて、体の使い方がちょっと違かったっていうことがね、結構あるんですね。で、この間ね、ちょっとレッスンであったね、実例を紹介しながら、どういうことかね、説明していきたいと思います。ヨガでね、よくある、三角のポーズですね。両足開いて、片手ついて、片方の手はね、天井に向けて伸ばすみたいなね。これよく見るポーズだと思うんですけど、これをやった時にですね、あるお客様が、先生、手つかないし、上に手が上がらないんで、これぐらいでいいですかみたいなね、方がいらっしゃったんです。で、その方にあることをね、いくつかやったら、無事にね、手がちゃんと、ついたっていうふうにいけたので、それについてね、ちょっとお伝えしたいと思います。で、多分ね、このポーズできない人はきっと、私なんかここが硬いし、とかなんか股関節が硬いんで、とかね、きっとおっしゃる方がね、多いと思うんですけど、硬いとかいうことではなくてですね、もちろんね、筋肉が硬くってビリビリするっていう方はいるかもしれないんですけど、その原因の前にですね、体の使い方がちょっとね、違うっていうことをね、お伝えしたいと思います。で、まず、これね、前にこうやって行くときに骨盤が後傾した状態で立ったままやってみましょう。こうね。このまま前に行ったら、私でもいけませんよ、ここでも。っていうかもうここ痛いし、無理です。ってなっちゃいます。では、前に行くときに、股関節を意識して、ここから前に行ったら、はい。いけますよね。で、ただここがね、後ろがビリビリしますっていう方はもちろんいると思います。このね、太もものね、裏側が硬いっていう方はいると思いますけど、最初前にね、行く時点で骨盤後傾か、それとも骨盤が前傾かでは、まずこの最初のアプローチがね、全然違います。で、それからちゃんとね、股関節を意識していけるかどうか、ここがね、動くかどうかっていうこともね、関わっています。で、さっき言ったね、このももの後ろ側が硬い方は、他の動画でもね、ちょっと出してはいるんですけど、今ね、簡単にちょっと緩めてみましょうか。ですね、このまま、こんな感じに足をちょっと広げていただいて、つま先まっすぐの方向に向けていただいて、股関節からこうね、後ろにお尻を突き出していく感じですね。そうするとここがビリビリすると思うので、ここをね、ちょっと感じながらお尻をぐーっと突き出すと、ここがね、少しストレッチされます。はい、OK です。で、この状態で股関節から前に折っていくと、前にね、上半身が倒しやすくなると思います。で、もう一つね、皆さんが困るところ、これです。上の手ね。上の手がこう前に来てしまって、上までいけませんっていう方が多いんですけど、これも簡単にね、改善することができるので、ちょっとやってみましょう。上に腕を上げるときに、このね、大胸筋っていうところが固まってると、こういう風に腕がね、こう胸の方に引き寄せられたままになるので、これではね、やっぱ腕が上がりにくいので、ここをね、緩めてあげます。ただ単に、このね、腕から胸にかけて、このついてる部分、ここをくるくるって緩めるだけです。そう。多分ね、パソコンの作業とかで、スマホもそうですよね。前にこう腕が来てる時間が長いので、どうしてもね、ここ固まりがちなので、緩めてあげましょう。はい。ね、私、わかりやすいのでね、肩がこちら下がってると思いますけど、手を上に上げてみると、ほら、手の長さ違うでしょ？ね、見えるかな？こっちの方が長い。
し、後ろにね、ちょっと行きやすくなってます。はい、反対もやりましょう。ゆるゆると。くるくるするだけでいいので、あんまりね、きつくゴリゴリやらなくても大丈夫です。はい、OK です。ね。両手が上げやすくなりました。では、やってみましょう。まず、股関節から前に倒していって、手がつきやすくなりました。はい、上も、この腕が開きやすくなったので、天井に向けて上げやすくなりました。はい、OK です。ね、今の動きをやってみたら、先ほどね、先生いけませんってなってた方も、もっとね、行きやすくなりました。なので、ストレッチとか何かポーズがね、私体が硬くってできないんですって、だから毎日お風呂上がりに前屈のストレッチとか、なんか頑張ってやりますっておっしゃる方結構いらっしゃるんですけど、ストレッチ頑張るのが悪いことではないですけど、その前に体のね、使い方っていうところからね、見直してみると、ストレッチがね、もっとやりやすくなることもあるので、ぜひね、まず体を緩めて整えて、体ね、本来の使い方ができるようにしていきましょう。で、チャンネル登録ぜひお願いします。あと参考になったりいいなと思ったらぜひこのねグッドボタン押してください。質問があったらぜひねコメント欄に書いてください。ではでは。